それはもうほっとしてます。自分が想像している形が本当にしっかりした形でできる上がるかどうか、利用者さん、その家族の人がその家族の人に向けて素敵な景色を自分が作れるかどうかっていう不安ですね。それが今ようやく形になったので、それでほっとしてます。
やっぱり人間は祈りだったり願いがある時に昔から古来から石を建ててきたので、ここの守り神になってもらえるように大きい石を建てたいと思ったので今回建てたんですけど、でもやっぱり大きい石なので自分のその想像してる形が本当に出来上がるかどうかっていうのは不安でしたね。もう一歩間違えればやっぱり怪我をしてしまうし命もなくしてしまうので、もう細心の注意を払いながら、でもやっぱり小さい石にはない魅力だったり存在感が出てくるので、やっぱり大きい石には魅力を感じます。そうですね、今回どうしても桃源郷を作りたくて、なので門を入ってから一回どうしても暗くさせたかったので洞窟っていうかトンネルを作ったんですけども、やっぱりその施工でもすごい悩んだし、でもやっぱり出来上がってみるとやってよかったなと思ってます。まあ苦しさもありますし楽しさもある。ただその一つ一つの石のかっこいいところを前に出してあげようっていうのを心がけて積んでいます。そうですね、なかなか上がらなかったりとか自分の持っている形になかなかならなかったりとか、それで積んでも崩してもう一回やり直したりとか、そういうのはやっぱり苦しかったりするんですけども、でもそこでもやっぱり石が助けてくれて目があったりする石を積んでいくと自分の想像以上の形になったりとかして、でも今回はきちっと角を隅を出して積んではないので、その隅のあたりがすごく難しかったですね。
そうですね、自分がワクワクするような、お客さんも喜んでもらえるような、そしていつまでも残ってもらえるようなものを作っていきたいです。はい、ありがとうございましたここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。次回の動画ですが、私がですねアメリカの方に撮影に行ってまいりますので、少し遅れるかもしれません。そちらの方も動画にする予定ですので、楽しみにお待ちください。それでは最後になりますが、今回の動画、私の活動気に入っていただけましたら、ぜひともご支援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。